皆さんこんにちは、あおいです。今日はじゃーん、韓国コスメをね買ってきたので、韓国コスメ縛りのメイクを紹介していきたいと思います。はい、ということで、リクエストでね韓国コスメ縛りをやってくださいとか、チャイボーやってくださいみたいに来てたんですけど、チャイボークなんかちょっとできそうな気がしないので、韓国コスメを、見てきました。で、韓国に行ってないので東京で買えるお店で買ってきました。で、前に韓国旅行に行った時に買ったコスメもあるので、それもミックスして、今日はメイクやっていきたいと思います。本当にねまだ買ってきたやつを出してなくて、アットコスメであとイニスフリーでも買った。今日は雑談しながらゆるい感じでやっていけたらいいなと思っております。でも東京で買ったから全然なんかこう日本でも買えるやつやと思う。今これはすっぴんです。でもなんか花粉でめちゃくちゃ顔が荒れてて今とか、そういうなんかそのお肌にいいものをね使わないと。やっぱり韓国の方ってさ、すごいお肌きれくてさ、トゥルン卵みたいな感じやんか。なんかそれってなんかキムチをたくさん食べたりとか、寒い環境にいたりとかでお肌が強くなってるっていうのを教えてもらったんやけど、なんか韓国のさクッションファンデーションとかもすごいさ、なんていうんやろ、厚め、日本で使ってるやつよりも分厚いじゃん。それってやっぱり PM とかからそういうお肌を守るためにこう分厚くなってるらしい。まずは CNP、これはずっと韓国に行った時から気になってたんやけど、なんかちょっとマットコスメにあったから買ってみたけど、どうしよう。お肌に輝きを与えてくれるミストって書いてあって、そう化粧の上からも使えますっていう風に書いてあったので、今日はこれでたっぷり、こういうスキンケア系でたっぷり保湿をして厚塗りな感じにはならないようなお肌作りをやっていきたいと思います。いきます。めっちゃキメが細かいわこれ。なんかほんまに花粉とかでさ、鼻の周りがやばい。でもなんかメイクさんとかにお肌がすごい赤くなるんですって言ったら、やっぱ皮膚が薄いから仕方がないって言われた。だからもうこの時期はしゃあないね。なんか最初こう塗った時はなんかみずみずしい感じやなと思ったのと、あとなんていうなんかパウダーっぽいぐらいキメが細かい感じやけど、香りもすごくいいし、だけどこうハンドプレスしていくとしっとりする感じ。私なんか化粧水だけやけどちょっとツヤっとした気がします。今日はこういう感じでしっかり保湿をまずして、でその後に下地はこれイニスフリーで買いました。これはイニスフリーのミネラルモイスチャーフィッティングベース N ってやつを使いたいと思います。化粧下地なんですけど、スキンケアの感覚で使えるっていう風に名前のところに書いてあったので、これは色がないやつですね。これは本当にクリームみたいなベースでこんな感じで色白かったので、これをまずは塗ります。スキンケア感覚で使えるって書いてあったので、今日は CNP を塗った化粧水だけ塗って、この下地をもうクリームと同じ感じで塗っていきます。色がないので均一に塗ります。でもほんまにクリーム塗ってるみたい。全然スキンケアな感じよマジで。今こんな感じでベースが塗り終わりました。ほんまに色がないので、なんかこう色つけたくない人とかはいいと思います。今日はファンデーションを塗らない日にしようかなと思ってて、理由はちょっと透明感のある感じにしたかったのと、やっぱ韓国ファンデーションはなんかクリオのやつしか分かんなくって、でもねちょっとね私に合うカラーがちょっと見つからなかったので、今日はこのザセムのコンシーラー、これはねナチュラルベージュを部分的に使いたいと思います。このクマが気になるところとか、ちょっとこのくすんでるところとか、なんか結構韓国の BB クリームとかなんかねコントロールカラーとかよりは、私はなんかもうコンシーラーの方がやりやすい感じがした。なんかね本当にその BB クリームとか、ファンデーションもそうなんですけど、結構ねテクスチャーが硬いものが多くて、なんかそこはね韓国コスメって難しいですよね。だからそういう人はああいう色付きじゃないナチュラルなクリーム感覚で塗れる下地を塗って、こういうコントロールカラーかコンシーラーでこう気になるところを抑えるだけでいいと思います。全然
そうするとナチュラルな肌になるのと、あとはね、あんまりねもう隠すにしないでいいと思います。なんか全部隠すってしちゃうと本当になんか全部気になっちゃうから、もう受け入れるところは受け入れるっていうスタイルです、私は。まあこんな感じでいいんじゃないでしょうか。でパウダーですね。でパウダーを今回このイニスフリーの、みんなね私の周りの子も持ってるんですけど、これにしました。なんかいろんな種類があって、ちょっとあんまり説明できるほど覚えてないけど、なんか赤ちゃんの肌になるようなサラサラなやつとみたいなのがあって、私潤いが与えられますって言われたので、店員さんにこれにした。韓国コスメは韓国に行ったら私大量に買いますね。発色もいいし、あとなんかお手頃じゃないですか。だからちょっと試すっていう意味ではすごくいい。でも今はもう韓国でしか買えてなかったやつとかがさ、すっごい日本に売ってるよね。薬局とかでもさ、韓国コスメコーナーがあるから、すごいやっぱ人気になる。こんな感じで、これはなんかすごい持ち運びにもいいなと思いました。私パウダーは直さないですけど。でなんかこれは色がちょっとついてて、で潤いを与えてくれるって言われたので、私はちょっとファンデーションを塗らない代わりにこういうので軽く色をつけます。ちょっとね太陽がちょっと光って、まあいいや、ちょっと叩く感じで塗っていきます。あ、ほんまにちょっとキメが細かくなったわ。私普段パウダーは筆でね、大きい筆で塗るんですけど、今日はこれをちょっと叩くように塗ります。しっかりめにね。なんかさっきよりもすごいキメが細かくなったのと、まあ触ってもさっきしっかりした保湿性のあるベースを塗ってるので、なんかパウダー感がすごい感じではない。いいねこれ。夏すごいテカったりとかするじゃないですか。私おでこ広いから、ピカーンってなるんですけど、ピカーンを受け入れつつもやっぱりちょっとテカリを抑える時とか、これ持ち運びにこれ一気になるからいいね。はい、じゃあ次、眉毛はイニスフリーで買ったんだけど、イニスフリーアイブロウペンシルの5エスプレッソブラウンっていうカラーです。こんな感じです。どうしよう、曲がってんのこれ、そういうやつか。そのイニスフリーのペンシルと、こちらイニスフリーの、ツートンアイブロウキット01、このパウダー両方で描いていきたいと思います。これさ、全部まだ買ったばっかりで使ってないからさ、本当にシールの開けるのがほんまに苦手やねんけど、青い。しかもめっちゃ雑いから爪ガーンとかなるからダメ。はい、じゃあまずいつも通り手順は一緒で、こういうパウダーをここら辺の境目を使いたいと思います。筆はごめん、いつもの使わせてね。筆はアディクションとナーズを使い分けます。まずはこちら、はい、アディクションです。さ、モニターを下に置いてるからさ、こう見ちゃうよね。はい、すいません。はい、でちょっとなんとなくミックスして手にのせます。今こんな感じで大体できたんですけど、ちょっと眉頭の方はこのナーズのペンシルでちょっとふわっとさせます。なんか2色あって、このパウダーどっちがいいんやろうって思ったんやけど、ブラウンっぽい方にしてみた。もう一つはね、ちょっとオリーブっぽい感じでしたね。でこのついてるスクリューブラシでぼかします。眉毛が一番むずい。この新しいものを使う時に一番悩むよね。でこのペンシルで足りないところを書き足していきます。こんな感じで書けました。でちょっとこの辺をちょっともっとぼかして、やっぱね普段ね使わないアイシャドウとかリップとかは全然いけるんですけど、眉は結構苦戦しますよね、最初は慣れるまで。だけどこの筆はこのペンシルはこんな感じで平らで大きめなので、私みたいに平行でちょっと太眉みたいな人ってやっぱこことかをまっすぐ描きたいので、そういう時とかはなんか細いペンシルよりもこういうペンシルの方がこうやって描く時に平行に描きやすいので、そういうのおすすめです。次はハイライトをしたいと思います。クリオの、クリオプリズムエアハイライターを使っていきたいと思います。最近ハイライトを指で塗ることが多かったので、ちょっとハイライト用の筆を忘れちゃったので、このチークブラシでまだ使ってないやつでやっていきます。こんなキラキラなので、これをこういう感じで筆に取って、まずはこの鼻の筋に塗ります。なんかオーロラっぽいハイライトだなこれ。でこの辺にもオーロラ
ちょっと指でなじませます。想像以上にピンクは。で指で塗ろう。指でこの鼻のここと鼻先にちょっと濃くします。ハイライトはこんな感じでオーロラっぽい感じなのでちょっと難しいかもね。でチークはこちらを塗ります。イニスフリーの、マイチークベール6ってやつですね。ちょっとコーラルオレンジピンクみたいなやつにしました。これをちょっと縦っぽく塗ります。韓国のさモデルさんとか結構チーク濃いイメージがあるんだが、私だけ濃くしとこうか。今日はピンクなのでちょっと可愛い感じになりますね。で今日トップスピンクだから柔らかい優しい感じにしてみた。で、アイシャドウは前に韓国で買ったこれを使いたいと思います。でも見て、そういえば買って使ってないまずはこれを使います。これをアイシャドウベースとしてもう指で塗っちゃいます。アイシャドウもさしっかり塗ってるイメージないけど、韓国のコスメというとなんかそんな感じしへん。ちょっと春っぽくするためにこの色を指でこれまた少しだけね二重幅に重ねます。これは指で塗った方がいいと思う。ナチュラルになると思う。今上のまぶたに塗れたのでこっちの色を下の涙袋の部分にも塗ります。こんな感じね。ちょっとベースとして上よりかは薄く塗ります。アイライナーはこれイニスフリーのスキニー、マイクロライナーの3番を使います。こんな感じで極細なのでちょっとインラインをちょっと目尻は横長に見せるように伸ばします。こんな感じでアイライナーが引けました。ちょっと最近はあんまりこう横に引いてなかったんですけど、今日はちょっとしっかりめに引いてみました。最近はビューラーをしてます。もうまつげパーもちょっと取れてきちゃったので。マスカラはねこれを使います。イニスフリーのやつなんですけど、イニスフリースキニーロングマスカラってやつですね。ちょっとどこに書いてある？これですね。でこれはめちゃくちゃ極細で、見てやばくない？超細いです。でこれでなんかちょっと一本一本を太くしていくような感じで塗っていきます。なんかロングボリュームみたいなのもあったんだけど、なんかそれだとバサってどれぐらいになるか分かんなかったので、この極細でだんだん重ねて塗ってった方がいいかなと思ってちょっとこっちタイプにしてみました。こんな感じでマスカラ塗れました。マスカラ結構お気に入りかもしれん。これ今私は2回ぐらい重ねて塗ったんですけど、下はこれ1回でこんな感じで塗れるのと、あとなんか束感がいい感じで細いから出せるのでこれ結構好き。ウォータープルーフじゃない方にしてるのでお湯をオフでしっかり落ちそうな気がします。はい。なんか韓国のメイクってなんか韓国メイクだからさ、一応韓国のメイクな感じにしようと思ってんねんけど、完全にちょっと青い竜が入ってますが、なんか涙袋がすっごいしっかりあるイメージがあるので、最後これクリオでこういう感じでこうペンシルになってるキラキラのアイシャドウで最後ちょっと涙袋を足します。ちょっと自分が買った色が思ったよりもオレンジ色買ってたわ。だから多分ね、ぷっくり涙袋って感じだったらもっと色薄い方がいいけど、ちょっとまあいいかこれで。難しい今これキラキラ塗るとこんな感じね。でこっちについてたこっちでもいいと思うけど、この白っぽい方でもこの感じだと色がつかない感じなので、ラメが粗めなので、私は今回はちょっと涙袋用にいいよみたいな感じで言って買った色が濃かったということを学んだので、こんな感じでいいです。はい。でリップは今回2種類紹介しようかなと思ってて、こっちがマットじゃない方で、こっちがマットな方で、これは、ラカって読むのかな。これなんかジェンダーレスなコスメブランドですみたいな感じですごいアットコスメで書いてあったんだけど、で色味はもうバッチリ超かわいい。で品質が前ね買ったやつはマットじゃないやつを買ってるので、そっちもねパターンもこの塗り心地見たいですっていうリクエストも来てたので、今日は2パターン紹介します。じゃあマットじゃないこちらのヒンスから塗りますね。ヒンス、これはカラーは S001 っていうやつかな。
ピンクですね、ちょっと見ると。でもなんか鏡で見るとちょっとピンクベージュみたいな感じなので、このトップスとめっちゃ可愛い感じ。でもアイメイクは今日はちょっとオレンジっぽい感じにしてるので、もうちょっとこのオレンジを抑えたらこのリップすごく可愛いと思います。下のねキラキラ塗らない方がいいかも。じゃあこちらラカを塗りたいと思います。これはね04番ですね。なんかマットやけどそんなになんかパサパサ系じゃない気がする。こんな感じで塗れました。こっちのリップの方が多分このメイクには合うかなって思います。でなんか塗り心地としてはマットなんだけどすごい唇に密着してくれる感じのマットで、韓国のリップのマットってすっごいマットやん。なんかもう唇パリパリみたいなぐらいマットなもの多くて、私唇が弱いのでそういうのは苦手なんですけど大丈夫今のところなので、もし心配な方とかはベースとかを塗ってから塗るとそんなになんかこうパサパサした感じにはならないと思います。はい、ということで韓国コスメを使ったメイクが完成しました。どうですかね、こんな感じです。なんか私もこう買いに行って初めて使ったコスメでやってみるっていうことをしたので、なんかちょっといろいろ試しながらっていう感じだったんですけど、なんかそういう感じのメイクになったんではないでしょうか。すごい韓国のメイクを意識したっていうよりかは、私がいつもするならこんな感じだろうっていうのを韓国コスメでやりつつも、ちょっとなんか韓国っぽいようにこの涙袋をしっかり入れてみたりとか、なんかちょっとマットなリップを塗ってみて、ちょっとそこら辺も取り入れてみたっていう感じです。なんか韓国のコスメはすごいお手頃だし発色もいいしって感じなので、ただ数がいっぱいあってね、何が使いやすくてどういいのか分かんないっていうのは、私もそうなのでなんかこんな感じでよかったら参考にしてみてください。で肌の作り方は、自分が普段している肌作りベース作りに近いようになるような、ベース作りにしてみたので、なんかこういう厚塗りが苦手ですっていう方とかでも全然大丈夫だと思うので、よかったら試してみてください。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。